ラブルセンシングデバイスは使えません。どんどん冷えていきます。壁ノート。この動画は次のような内容になっています。梅雨入り直前のある日、私はパソコンの前で集中力を失っていました。室温が上がり、暑さを感じ始めていましたが、まだエアコンや扇風機を使うのは早いかもしれないと躊躇していました。そんな時、ふと目に入ったのが、Chrome に表示された昨年話題になったソニーの首掛けエアコン、レオンポケットの最新版のレオンポケット5のレビュー記事でした。昨年は売り切れてしまい、購入を逃した製品です。買うべきか、買わざるべきか、と迷う間もなく、今年も売り切れたら、という焦りから気づけば購入ボタンを押していました。後になって暑さで冷静な判断ができなかったのかもと反省し、エアコンの電気代の方がレオンポケットの購入価格より安いんじゃないかと不安になりました。しかし考えてみれば、エアコンのない部屋で暑さと戦っている人は少なくありません。私もその一人です。そう考えると、この携帯エアコンは新しい暑さ対策の選択肢かもしれません。これから実際に使ってみて、その効果や使用感をお伝えしていきます。携帯エアコンは本当に役立つのか、それとも後悔する買い物になるのか、私の体験を通して皆さんの参考になればと思います。まずは装着方法です。首の後ろにつけるだけです。ボタンも何も押しません。装着すると10秒前後で冷え始めますが、30秒くらい反応しないこともあります。本当に動作しないこともあるので、その時はアプリをポチッとすればすぐに冷えます。実際に1ヶ月間使用した感想です。利用したシーンですが、室内ではお風呂上がり、扇風機はあるけどエアコンのない部屋、しかも PC2 台稼働していて CPU やグラボの熱で熱気ムンムン。室外では日中のバイク、自転車、スーパーなどです。結論は暑い時に飲む冷たい水のような感じです。あれば一時的に清涼感を味わえます。実際に使用している時の方が汗はかきにくくなっている気がします。すぐに冷たくなるので、足など熱を持っているところに当てると気持ちが良いです。冷却は約8時間連続稼働ができるはずですが、気がつくと止まっていたりします。理由は分かりません。ごめんなさい。アプリで再稼働させるか、つけ直せばすぐにひんやり再開です。次は炎天下でのテストです。今日は炎天下です。ニュースでは最高気温40度になると騒いでいます。出かけたくないのですが、チャンスなのでレオンポケットの効果確認を行います。時刻は14時を過ぎたところです。暑さのピークに加え、日差しもきついです。まずはレオンポケットを装着します。排気熱が使用者に当たらないようにするエアフロパーツはショートタイプを使用しています。すっぽり隠れてしまうので完全に取り外してしまうことも検討しましたが、見た目がすっきりし違和感も少ないため、あえて短めのタイプを選択しました。排気熱による不快感を懸念していましたが、私は特に感じられませんでした。いつもこのように T シャツの中に隠れてしまう使い方をしています。日差しがとても痛いです。バイクカバーを取ると黒色のシートはあっという間にあちちです。とにかくこの真夏日での実験開始です。走行中は風が当たるためレオンポケットの存在感はありません。このまま少し走ってみます。落ちそうな感じは全くしません。信号待ちです。日差しに照らされている部分の温度が上昇していきます。レオンポケットの部分だけひんやりしています。動作モードはスマートクールという自動モードです。温度設定は5段階あるのですが、2番目のぬるめに設定しています。5が一番冷えますが、真ん中の3で使用していても1時間くらいで少し痛くなってきます。ちょっと冷えすぎです。温度は設定が1でも5でも変わらない気がします。変化するのは冷えている時間のような気がします。測定してみたのですが、変化がよく分かりませんでした。それにしても暑いです。やはりバイクは止まってしまうと暑いですね。大型バイクのラジエーターの熱が足にもろに来るよりは全然マシですが、プラシーボ効果かもしれません。暑いです。ないよりマシな気がします。
気持ちいいです。走行すると風が当たって涼しいです。と言ってもやはり暑いことには変わりないので家に帰ります。こんな暑い日に出かけてはいけないです。河川敷のグラウンドではいつもスポ少が元気に野球をしているのですが、今日は誰一人いませんでした。こんな日に外に出て運動はとても危険です。そういえばミミズが大量に干からびていました。暑さのせいか地震の前触れなのか、なぜか大量に干からびています。アプリでは次のようなことができます。温度設定は自動と手動設定が選べます。温めたり冷やしたり設定可能です。通常はスマートモードという自動モードで良いと思います。カスタムモード、自分で決めた冷却または温め時間と停止時間を繰り返すモードです。スマートモードは各部センサーの情報をもとに制御します。これに対しカスタムモードは時間で制御するモードになります。排気ファンの設定もできます。3段階です。レオンポケットが使用できる国は7カ国あります。日本、香港、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、イギリスのみです。電波使用制限があるため罰せられる可能性があるそうです。マルチペアリングには対応していません。複数のスマホで使う場合は新たに接続するか、本体側面にあるボタンを押すことでアプリと連動しなくても使用することも可能です。本体側面のボタンは爪楊枝やボールペンの先端で押したくなりますが、その部分は LED なのでつつかないでください。その付近全体がスイッチになっているので親指でグイッと押せば良いです。5には付属していないようですが、シリコンコーティングシートなるものがあります。金属が直接当たるのが気になる方用のアイテムみたいです。20枚入りで1100円くらいです。剥がれやすいそうです。なので金属アレルギーを防止できるかどうかは微妙です。概要欄に Amazon のリンクを貼っておきます。気になる方は覗いてみてください。厚みが欲しい人はシールタイプのシリコンシートを自分でカットする方法はどうでしょう。自作したという方はコメントください。気になります。私はアレルギー対策はグルテンと植物性オイルがキーになると考えています。買ってよかったと思い込むために冷やすメリットを調べてみました。首の後ろには大きな血管が通っており、ここを冷やすことで体全体の温度を効率的に下げることができます。熱中症対策にもなりそうですが、メーカーでは熱中症対策として使用するものではありませんとされています。確かに強い日差しは抵抗するより日陰に逃げる方が良さそうです。経口補水液は脱水症状に有効とされていますが、デメリットも噂されているので私はおすすめしません。水道水で十分ではないでしょうか。集中力を高める。首筋を冷やすことで頭部の血流が改善され、集中力や作業効率が向上する可能性があります。特にデスクワークや勉強など集中力を必要とする場面で役立つとされています。首や肩こりの症状を緩和する。炎症が原因の場合は冷やすことで症状が緩和しやすく、慢性的なこりがある場合は温めて血行促進する方が効果的らしいです。血行促進が目的なら冷やして温めてを繰り返した方が良いかもしれません。いずれにせよやりすぎは体に良くないので気をつけましょう。先ほど排気熱に関して気にならないと言いましたが、改めて意識してみると冷たいけど熱い感じがする時があります。暑いのは排気熱のせいだと思います。襟の中にバンドを隠さなければ排気口が服の外に出やすいので、自宅の時はこの状態の方が良いかもしれません。最後にセンサーについて分かったことをお話しします。まずはオートパワーオフは約5秒で動作します。各種センサーがあるので、このように置いただけだと手動でオンにしても約5秒でオフになります。なのでレオンポケットの温度は立ててやらないと測定できませんでした。本体の上に載せていたのは装着者の周りの温度や湿度などを測定してくれるタグになります。これを身につけてレオンポケット2を使用すると、使用者の環境に合わせて適切な制御をしてくれるというものになります。セットで購入するとプラス約2000円くらいですが、単品だと3850円になります。私はセットで購入しましたが、机の上に置きっぱなしです。理由は T シャツにはつけるところがないということです。クリップはほとんど開かないので、厚みがあるものは挟めません。
カラビナなどをつければベルトの穴などにも装着できそうですが、毎回つけるのも面倒です。ポケットに入れるのは推奨されないことも記載されていたような気もします。なので基本的には不要です。センシングキットではなく単品で良いと思います。車のトランクの温度を測定するためなど、小型のワイヤレス温度計として利用したいという方にはいいかもしれません。ご視聴ありがとうございます。カペノート、応援よろしくお願いします。それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。それではまた。ありがとう。